当にすごいすごいすごいかっこいいよ。これはかっこいい。日本だしね、日本人らしいですね。日本スタイルのアメ車ですね。すごくいいです。かっこいい。アメリカ人として本当にもうこれですよね。これ嬉しいですよ。ナンバーワンですね。1台選ばせて、いただきます。おはようございます。スティーブ的支店のスティーブです。東京オートサロン、すごい人が来ました。朝一からすごい行列があったし、車も駐車場入るのにもう何時間待ちだったのかな。もう最初からすごいな。おはようございます。サムズアップ。スティーブ的支店のファンでよろしく。いいな、楽しいところですね。本当に環境的すごくいいです。で、今回のネタ、こんな広い東京オートサロンの中にアメ車はどのぐらいあるのか、それとそのアメ車があって、その中から一番かっこいいナンバーワンスティーブ的視点のベストアメ車にしようかなと考えているので、早速ちょっと回って見てみたいと思いますので、行こう。シボレーのトラックあります。もう人がいっぱいいるんだけど、多分車を見るよりも女性が出てくるんじゃないのかなと思いますね。キャンギャル待ちじゃないですか、朝一から。なんだ、俺は車見たいんで、このトラックですね、アメ車シボレーのトラック、完全なカスタムですね。ひょっとしたらもう車高を落としてるのはもちろん、でもチョップトップしているんじゃないのかな。これはそうですよね。アメ車の中でも、アメリカの中でもこれ結構目立つ方のアメ車ですね。かっこいいよ。これはかっこいい。アメ車といえばもうホットロードですよね。30年式かな。まあ29年から30年、31年、32年までこういうフォードありましたね。これはもう完全なカスタムですね。スーパーチャージャー、ブロワー付きのエンジンで、シボレーのエンジンはフォードの車に。これはもうアメリカ的な改造の仕方ですよね。素晴らしい車です。で、隣にもまたかっけえアメ車があるから見に行こうか。1986年のシボレーの C10 ですね。めっちゃかっこいいトラック。この色の合わせ方、中もすごくいいし、外はもちろんかっこいいんだけど、中も見てないそう。それと見て、このフロアマットが、この会社が日本で特注でこれ作ってるフロアマットです。これすごいよ。柔らかくて気持ちいいものです。本当にすごい。みのちゃん、日本だし。皆さん、これは何だったっけ？日本だしです。ね、斜めの日本だしです。かっこいいアメ車。チャレンジャー、ダイチのチャレンジャーのカスタムです。この会社はコーストモータリングと言いますね。めちゃくちゃいいんじゃないですか。これはほら、赤いこのランプ、グリル、このスプリッター、かっこいいな。車高も低くて色も最高だな。アメ車といえばチャレンジャー、ダイチチャレンジャーというのは1970年に最初にできたものです。これは現代のものなんですが、見た目が旧車のままですね。この一番になるのかな、どうでしょうか。アメ車の中で最も日本で人気なのは、昔からはクライスラー、ジープ、ダッチ。まあどっちかといえばこのジープは何年か前からかはよく分かんないんだけど、人気ハンドル車としてでも作られてるんですよね。ダイムラーとのタイアップになってから結構日本でも人気ハンドル車のジープとかも結構作れるようになったような気がします。ジープのこのオフロードの文化はアメリカだけじゃなくて日本にももうありますね。いいね。アメ車といえばカマロでしょう。かっこいいよね。このカマロは見て、カナードがごっつい、前のそのスプリッターがすごくおしゃれですね。この車かっこいいですよ。デザインボンネットにこれがいいんじゃない。このライン、ここに赤いのが入ってるのと、こちらの
ライトもめっちゃいいよね。かっこいいよ、りょうちゃん。シャコタンのカマロ、なかなかいいよ。日本スタイルのアメ車ですね。かっけえ。このカマロに、かっこいいカマロにスキッパーさんのハイドロがついてますよね。めっちゃいいですよ。動きが速いですね。かっこいい。これ4駆の状態かな。4駆のカマロ、オフロード仕様のカマロです。いいね。このカマロは GL1 なんですけど、なかなか面白い改造のポイントいろいろあります。これ見てください。昔の60年代にルーバーと言いますね。リアグラスにこういうのあって、あんまり現代の車にはこれ見ないんですよ。見かけないんですけど、かっこいいよね。似合ってますよね。すごくいいですよ。オールブラックで、これもブラックで、めっちゃクールだな、この車。大好きな GL1 です。りょうちゃんね、全部歩いて最後の最後のところまで来たらあんまりアメ車がないなと思って、どうしようと思ってちょっと悩んでたところ、ある方に出会った方に「スティーブさん、アメ車あるよ、かっこいいアメ車いっぱいあるぞ」って言われて「そうですか、ご案内いただけますか」って。見てください。案内されたのはこの素晴らしいヘルカットと、もう1台はそちらにありますよね。かっこいいダッジチャレンジャーがたくさんあります。やっぱりオートサロンは日本車だけじゃないですよ。旧車だけじゃないんですよ。アメ車もある。アメリカ人として本当にもう誇りですよね。これは嬉しいですよ。で、この車は普通のヘルカットではないです。見てもらえれば分かるんだけど、見てこのペンキ、ボンネットにこれはグラインダーで削ってそこから塗装して上にクリアコートかけて、これはロナンさんのブースです。素晴らしいものを作ってます。本当は塗装の仕方と仕上げ方がどこにも負けないぐらい綺麗ですね。すごい細かい作業と、このオーバーフェンダーなんですけど、見てもらえればこれはね FRP に、エングレービングしたり、あれですよ、本当に細かい 3D っぽくてこう仕上げてますね。素晴らしい細かいアメ車なんだけど、この仕上げ方は日本人らしいですね。細かくて素晴らしいです。2サムズアップ。見てこれも色、ブルーはいいよね。いつも言うんだけど、昔はね赤が人気だったんだけど、今はブルーですね。昔の赤は今はもうブルーっていう流行ってる綺麗な色です。よりもこれを見るとブルーのテーマですね。ヘッドランプのこの青いリングがあると、スプリッターの黒に、何よりもこのローランさんと H カスタムさんのデザインが素晴らしいですね。あとほら、このスクープの周りのところも 3D っぽいんですよね。本当に見た目だけなのか実際にそうなってるのかあんまり触りたくないんだけど、素晴らしい。ダッシュ見て、これダッシュ革じゃないですか。ワニかなんかに見えるんだよね。屋根もそう。やっぱりこの車はすごいテーマがあってね、すごいです。この黒の革っぽい黒と上とこの削りのところとシルバーのラインはこれおしゃれですよ。これほどかっこいいチャレンジャー、あっちにあるやつとこっちもは今まで見たことありません。すごくいいです。かっこいい。ローナンと H カスタム両方チェックしてね、素晴らしい車、アメ車、アメリカ人として嬉しいなを作っているので、サムズアップ。先ほどアメリカに帰国しました。自分のマンケーブですね。早速スティーブ適店のベストトップ3、東京オートサロンのトップ3のアメ車のカウントダウンをさせていただきたいなと思います。ナンバー3、まあ昔からの車であって今現行車でもあるアメ車ですね。アメ車といえばやっぱりカマロ。で今回はカマロといえばスキッパーさんのカマロはかっこいいんじゃないんですか。ナンバー3、スキッパーさんの真っ黒のめっちゃかっこいいカマロ、おめでとうございます。さて続きます。ナンバー2ですね。ナンバー2、やっぱり自分はピックアップトラック大好き。自分はフォードラプターに乗ってます。
それで東京オートサロンを回ってアメ車わずかの台数の中でも1台のラプターが見つかってよかったなと思っておめでとうございます。ナンバー2はフォードラプターのオーナーさんです。めっちゃかっこいいラプターですね。めちゃくちゃ気に入りました。さてナンバー1ですね。いろんな車もあった中でアメ車の中ではかっこいい車いっぱいあった。中ではカスタムレベルはもう超えたレベル、素晴らしいカスタムのブースには2台あったんだけど、そのうち1台選ばせていただきます。ローハンさん、エッジカスタムさん、おめでとうございます。はい、チャレンジャーはめちゃくちゃ気に入りました。あまりにもディテールがすごくて、そのグラインダーでの削り方とかも本当にもう作業的に考えるとすごいなと思うんで、素晴らしい車です。本当に素晴らしい車だと思ってナンバー1にさせていただきました。で、トップ3にこれを送りさせていただきたいなと思います。インスタ、ツイッターの DM を送っていただければ、これサインを入れて送りさせていただきますので、よろしくお願いします。皆さん、それで次はベスト9社、スティーブ適点のトップ3、9社の動画は次に、出ますので、見ててね。それよりもチャンネル登録もよろしくお願いします。それと、スティーブ適点のグッズはすべて Amazon Japan と、In America, all of my goods, stickers, t-shirts, things like this, hoodies, if you want to call them, whatever they are all available on stevespov.com. Please check it out. Please subscribe and thumbs up always. では、また次回まで、よろしくお願いします。いつも、thumbs up ですね。thumbs up。